ご視聴ありがとうございます。今回は東京23区とは思えない静かな駅に迫ります。この駅ができるまでの経緯と将来に向けた構想、成田新幹線計画の名残が残る場所を解説します。今回の内容がこちら。チャプターもあるので参考にしてください。ここは皆さんご存知東京駅。今回はここから超絶離れた場所にホームがあることで有名な JR 京葉線に乗ります。京葉線標準の赤帯でありながらグレーを中心とした車内、そしてドットが微妙に粗いこの LED は京葉線唯一の209系500番台京葉34編成です。引退が噂されていながら今でも走り続けています。東京駅京葉線ホームで流れるこの発車メロディーを聞くとやっぱりテンションが上がりますね。始発駅だけあって何コーラスも流れる贅沢ぶりです。最初の駅、八丁堀駅に到着。ここで乗客が増えますが座席がいっぱいにはなりません。私が向かうのは次の越中島駅です。京葉線は東京から越中島の先まで地下を走ります。地下の路線というとカーブや勾配が多くて速度を出せないイメージですが、京葉線の地下区間は割と線形が良く結構快調に走ります。越中島駅に到着です。八丁堀とは異なりトンネルの側壁にパネルなどがありません。ホームに降ります。反対側の壁面には仕上げがなく寒々しい感じです。発車メロディーが鳴ります。そう、この越中島駅は発車メロディーが一瞬で途切れる即切りの聖地として有名な駅。メロディーがフルコーラス流れることはほとんどないようです。モーターの音もしっかり収めたいところですが対向列車の風の音にかき消されるのが残念ですね。発車する209系500番台を見送りホームの後ろ寄りへと進みます。隣の番線には武蔵野線からやってきた列車が停車中。こちらも即切りであっという間に発車です。この駅は上下線がホームを挟む一面二線島式と呼ばれる構造です。この場合ホームの端では線路の間隔が狭くなりホームの幅も狭くなるのが普通ですが、この駅は違います。これは駅間の単線トンネルを2本並べた形態になっておりホーム幅を狭める必要がないのが理由です。そのため地下にある島式ホームでは珍しく線路がまっすぐで見通しが良いのが特徴です。ただしホーム幅は8メートルとやや狭く、また単線トンネルは車両の断面とトンネルの断面のサイズが近いために空気の逃げ道が少なく列車の到着発車時には爆風が吹き荒れるのが欠点です。ここが改札への通路その1です。この奥にエレベーター、さらに奥に逆向きの階段があります。私が列車を降りたのがこの場所でここまで進んできたところです。ホームと改札をつなぐ動線は同じ場所を通るので火災発生時の避難経路を確保するためホームの両端に非常用の避難階段があります。冒頭のカットに少しだけ映っていた階段です。これらはあくまで非常用のため普段は通れなくなっています。そしてこの駅、列車の発着時だけは賑やかですがそれ以外はとても静かです。横須賀線や総武快速線の地下駅に似た質素な天井の作りが静かな雰囲気を際立たせます。これが列車が近づく合図です。単線トンネルに差し掛かったところで気圧が変わるため短い風の音が聞こえます。この駅の2019年度の乗車人員は1日平均で6000人弱。これは京葉線でしたから2番目で東京23区の JR の駅では最小です。同じく各駅停車だけが止まる隣の塩見駅の半分未満で他の駅との差は歴然です。おはようございます。おはようございます。今度のこの辺りで越中島駅開業までの経緯と乗降客数が少ない理由を解説です。この駅が開業したのは1990年3月。京葉線の東京新木場間の開業に伴ってできた駅です。もともと京葉線は湾岸エリアの貨物線を旅客線に転用したものです。千葉方面から来た路線は新木場の先で地下に入り大江方面に抜ける計画でした。ところがその後鉄道貨物はトラック輸送の煽りで勢いを失います。また東京近郊では人口が激増し
住宅地に貨物線ができることへの反発も出るようになりました。そこで沿線住民の理解を得るため、貨物専用線として計画されたこの路線に、乗客を乗せる列車である旅客列車を走らせることになりました。86年3月には、西船橋千葉港間で旅客営業が始まります。88年12月、新木場から蘇我までのルートと、西船橋から新木場方面を結ぶ線路が開通。この半年前、88年6月には地下鉄有楽町線が新木場駅まで開業しており、都心直通ルートも確保済みでした。ただし、元の計画にあった新木場から西に伸びるルートでは都心へのアクセスが今一つなため、90年3月には東京新木場間が開業。今の京葉線のルートが出来上がりました。この時開業したルートは、かつて計画されていた成田空港アクセス路線、成田新幹線のルートと部分的に重なっています。一方新木場から西のルートは、2002年に第3セクターの臨海線として開業しています。貨物線として計画された京葉線でしたが、全線開業した当時に運行されていたのは旅客列車だけで、貨物列車の運行はなく、貨物列車を想定した施設は生かされない状態が続きました。京葉線に貨物列車が走るのは、首都圏の貨物列車のルートが再編された2000年のことです。少々話はそれますが、その歴史と深く関わる貨物線の動画も概要欄から見てくださいね。一方、後から加わった東京新木場間は、貨物列車の運行を想定していなかったため、急勾配を含む線形が特色です。貨物とは無縁に見えるこの区間ですが、そうではありません。この駅の計画段階の駅名は、西越中島という名前でした。これは、越中島駅がすでに貨物駅として存在していたのが理由です。ただし、越中島駅から伸びる東京都港湾局専用線は衰退の最中で、近隣住民の要望により、貨物駅を越中島貨物駅に変更し、京葉線の駅が越中島駅になりました。なお、京葉線が地下に入る部分の土地として、貨物駅の近くの土地が使われています。東京都港湾局専用線は89年に全廃になり、越中島貨物駅を発着する貨物列車は激減しています。こうして開業した越中島駅、500メートルほどの場所には、地下鉄東西線の門前仲町駅がありました。京葉線は東京駅の乗り換えが超絶不便な上、八丁堀駅で乗り換えられるのも日比谷線だけ。一方東西線も日比谷線に乗り換えられる上、同じ会社なので運賃もお得です。また、他の路線への乗り換えも便利なので、京葉線を利用する人は少ない状態でした。なお、2000年に地下鉄大江戸線が開業した時、京葉線との交差部分には駅はできませんでした。すぐ南で運河をくぐる必要があり、勾配がきつすぎるので断念されました。そしてこの小さな駅には、将来に向けた備えが行われていました。それが、ホームから先を見た場所にあります。スペースがあまり気味なのにお気づきでしょうか。これは、将来ホームを延伸できるように確保されたスペースです。京葉線が計画されていた当時、東京と千葉方面を結ぶ総武線の混雑が激化していました。複々線化しても追いつかなかったため、バイパス路線にあたる京葉線も混雑が見込まれました。将来的にホームを15両分にできるよう、各駅でそれを考慮した構造になっています。ホームの東京寄りに向かいます。駅施設の長さは312メートルあり、そのうちホームは205メートルで、残りがホームを伸ばすためのスペースです。なお、駅の両側はシールドトンネルになっています。これは、先端にカッターをつけた円筒型の機械で地中を掘り、内側からコンクリートブロックを当ててトンネルを作るものです。駅施設の両端は機械を出し入れする場所なので、トンネルが大きかったというわけです。このスペースの間隔を短縮し、ホームがこの階にぴったり収まるようにすればコストを削減できますが、そうしなかったのは将来に備えるためです。東京寄りに到着です。内装が違うということもなく、反対側と見分けがつきにくいです。発車メロディーが秒で切られてしまいましたが、越中島駅ではこれでも長い方だという説があります。あの列車は西船橋行きの列車です。中盤の路線図に映っていたデルタ線を通るもので、武蔵野線に直通せず折り返します。この駅に止まる列車は日中1時間あたり7本。京葉線が4本、武蔵野線が3本で、各駅停車だけが止まります。武蔵野線に直通する列車はかつて、
京葉線内で快速運転していたため、日中1時間あたり4本という、東京23区の JR とは思えない少なさでした。下りは武蔵野線がオレンジ色なので賑やかですが、本数はもちろん同じです。改札階へ向かいます。乗車人員の少ない駅とはいえ、車椅子対応のトイレもあり、JR 東日本の資本力が伺えます。ここで折り返し、右に折れたところに改札があります。展示ブロックは途中から張り替えられ、施設が徐々に改修されているのがわかります。ただし改札機は3台、自動生産機は1台で、駅の規模を反映しています。そして改札を出て左後ろには、こんなものが。駅員不在になる時間帯があるため、乗車駅証明書発行機があります。なお、越中島駅の緑の窓口は2007年に廃止され、指定席券売機に交代しました。この右側が、当時の窓口の跡でしょうか。改札階の案内がこちら。東京寄りで一番近い出口から地上に出ます。エレベーター周辺の作りからわかる通り、このエレベーターは後付けで、2007年に整備されたものです。外の様子がこちら。この辺りは海抜が低く、浸水するリスクがあるため、乗り口は地表より高い場所にあります。そしてこの周辺、やはり人気がありません。その理由が、駅のそばにある施設です。越中島駅は、大学のキャンパスに囲まれています。近くには大学名がついた交差点やバス停があります。開業当時、大学の名前を駅名に入れるのが見送られたため、大学が土地の提供を渋り、出入り口が小ぶりになったという噂もあります。歩道の外側にある出入り口は、道路と直角になるのが一般的ですが、道路と平行になっているのは、その方が残った土地の利便性が下がらないのが理由でしょうか。この出入り口も地表より高く、防水扉も完備です。出入り口がどれも狭いため、列車の到着発車時の爆風は地上まで吹き寄せます。近くにはバス停があり、鉄道だと若干アクセスしづらい場所に直行できるのも、駅の利用者が少ない要因です。最も東京寄りにある出入り口から、一旦地区を通ります。両端の出入り口は、200メートル余り離れています。端から端まで歩くと4分余りかかりますが、この辺りでは京葉線の上を通る鉄道がないため、駅自体の深さはそれほど深くありません。反対側の出入り口も小ぶりで、やっぱり土地を分けてもらえなかったのでしょうか。なお、まだ映っていないもう一箇所の出入り口も同じサイズ感で、どれも窮屈です。この出入り口は換気口を兼ねているため、爆風が吹き出してきます。そしてこの駅の建設をめぐるエピソードがわかる場所が、駅からさらに離れたところにあります。この駅の新木場寄りでシールドトンネルになった線路は、画面向かって右側、北側に進路を変えます。駅の東側にある運送会社の建物は、京葉線の下り線のトンネルに重なることから、重なる部分だけを解体し、地下に埋まっていた杭を引き抜いてトンネルが掘られています。ここに映っている建物は建て替え後のものですが、トンネルと重なる部分を避けているため、わかりやすく道路から離れています。また、隣にあるこの交差点には、かつて歩道橋がありました。ここでは道路が変則的に交差しており、歩道橋も歪んだ形状だったため、橋桁はそのままで、杭の荷重をシールドトンネルで支えています。地下の様子であることと、その後歩道橋が撤去されたため、痕跡は残っていません。そして、京葉線のルートに重なる場所にある建屋は、シールドマシンの発進折り返し基地の名残です。そしてこの用地の一部は、成田新幹線のトンネルのために取得されたものです。成田新幹線の計画が決まったのは、1971年。建屋がある場所に当時建っていた工場は、用地買収後の79年には空き地になっています。なお、京葉線のトンネルが着工したのは、成田新幹線の計画が凍結された83年よりも後です。このトンネルは在来線向けとして設計されており、新幹線の車両が通れるほど断面が大きくありません。成田新幹線のための用地を流用して工事をしつつ、トンネルは新幹線のものを流用したのではなく、在来線規格で新たに作ったというわけです。もう一箇所の出入り口から地下へと戻ります。駅の北側には3箇所の出入り口がありますが、南側にはこの1箇所だけです。下り列車に乗ると、次の塩見駅の手前でトンネルを出て、その左側に越中島貨物駅が見えます。直通列車はありませんが、線路自体はつながっており、
保守用の車両が通れるようになっています。そして、歴史の名残が随所に残る越中島駅で、新たな計画が動き出しています。それがこの逆側、東京寄りにある土地の開発計画です。東京海洋大とは別の大学があった場所で、今はマンションになっています。ここを大手不動産会社が開発することになり、来年には事業契約の締結を目指すそうです。商業施設や医療施設が作られる構想で、越中島駅が変わるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。